い、皆さん、こんにちは、こんばんは、かな。こんにちは。こんばんは、6時半っていう、こんばんはっていうのかな、こんにちは。日が落ちるまではこんにちはあ、でいい。そうだよね。こんにちは。こんにちは。だよね。こんにちは。はい、日本語のレッスンから始めました。あ、ごめん、ライブがね、うん。なんかエコーしちゃってる。本当？こっちは大丈夫よ。大丈夫かな。はい。うん。じゃあ今日は発酵についてということはい。発酵。で。ね。発酵。なので、今日、あ、大丈夫かな。多分、インスタグラムの方がなんかエコーしてるような感じがするけど、まあ一応これ同時で、配信してるの？あ、えっと、インスタの方のライブと、うん。あと、YouTube の方で、そうそう、これでどうかな。OK。あ、なくなりました。なんか多分、インスタのライブがバグってるんだと思う。聞こえますどうかか？はい。じゃあ、もし誰か見てくださる方がいたら、質問していただければ、私たちの方でも見えるので、答えられるようにします。今日は発酵についてということで、さっちゃんから聞きたいことたくさんあるんだよね。すごい、インスタでたくさんさ、発酵のことをシェアしてくれてたじゃない。で、そうかね。ひよこ豆の、すごいね、あれ。あ、うん、昨日はね、ハビさんの。すごい、あれね、ね。なんか時期的には、こんな暑い時にやるの大変。いや、あれはね、わざとじゃないんだよね。実は、私、よく冬にお味噌、よく寒仕込みとか言うでしょ、味噌。うんうん。寒仕込み。私、冬に普通のお味噌を作ってて、で、今年、違う、2回あったのね。ひよこ豆の味噌って作ったことある？ひよこ豆は多大豆。分ない。大豆だけだと思う。大豆とそれがね、黒豆でやったことあるけど、うん。あ、私もある。あうんる。うん。うん。なんかワイルドな味になるよね。なんかちょっと。黒豆。なんかね、いや、それはね、なんか、うん。先生に教えてもらったかなんかで、なんかうん。私自身はもう本当に無難な大豆でしかやったことないと思あ、本当に？う。うん。あ、私もやったことあるんだけど、で、私結構そういうのチャレンジャーでいろいろやりたい派で、うんうん。でね、ある時、リサが、ローフドロマンスのリサが、ひよこ豆の味噌が美味しいっていうようなのをなんか書いてるのを見て、あ、ひよこ豆の味噌ってあるんだと思ってね。で、作ってみたくなって、で、やってみたのね。それが多分3年前ぐらいで、そしたらもうめっちゃ美味しくって、そうなんだ。3年前えにらい美トライ味しいの。したんだ。3年。そうそうそう。3年か4年前、3年前かな。去年ちょっと作らなかったから3年前だ。で、えらい美味しいの。もうちょっとやってみて。それやってはね、みたい。そうん、れはそれは、でもいつ冬に挑戦した？うん、そう、冬に挑戦した。本当にドライの、乾燥豆のオーガニックのひよこ豆を1キロ買って、で、うんうん。麹頼んで、あの、へえ。やったんだけど、大豆の代わりにね。うただちゃんと成ん。功して、私の好みの味だった。どんな味がするの？っていうのは、好みの味っていうのは、私は九州生まれ育ちで、九うんうん。州の味噌っていうのは、例えば名古屋とか向こうの関東の方に比べて甘みが強いのね。うんうんうん。九が特州って徴で。お醤油にもお砂糖入ってたりするよね。甘いのがなんかそういうのあるよね。うんうん。全部が全部そうじゃないけど結構甘い。で、お味噌にお砂糖が入ってるわけじゃないんだけど、結構なんか麹の割合を多めにしたうりとか、ん。あとは麦味噌を混ぜてあったりとかで、あの、うんうん。塩の割合少なくしたりとかいろんなんで、砂糖入れなくてもとにかく甘めの味噌が仕上うん。がるのよね、九州って結構。京都も麹加えて。
京都もあれで、麹が多そうだよくて、ね。 1ヶ月でできるやつ。へえ。11月に仕込んで、おうん。正月にその白味噌でいただくやつ。ああ、そうなんだ。そっかそっ新か。潟なんだけど、うん。白浜の、お味噌汁は白味うん。噌で、へえ。甘め、まあ、合わせ味噌が多かったけど、うんうん。甘いのが好き。へで、え。ひよこ豆はニューヨークに住んでた時、なんかうん。大豆アレルギーの人もいたから、それうんうん。でなんかひよこ豆売ってて、甘いよね、確かにね。うん。私好きな味。うんうん。うん。なんか、私にはなんか独特の旨味、うん。甘いし、うまいし、なんかめっちゃ美味しかったのね。食べてみで、たい、さっちゃんの。私本当その時送りたかったもん、郵送で。3年前やけん違うか。もうおったよね、キコ多分、日本に。わからんけど。で、今回のも送りたいぐらいやったけど、実はね、今回、その2回ひよこ豆の味噌クック、本当のね、調理したクックの普通うのん。大豆の代わりに使ったのやつを2回やって、どっちも美味しくできて、うん。で、本当はね、それももう一回今年作るはずだったんだけど、実はその自分の事情でちょっと圧力鍋が壊れて、で、普通のルクルーゼの鍋、18センチの鍋しか持ってなくて、私。で、それでやると、豆は吹きこぼれるし、時間はかかるし、何回にも分けない感じで、ちょっとね、事情があって、麹を買ったものの、さて新しい圧力を買うべきかとか、いろいろね、悩んでたうん。ら、あずっと時間そこかが経って夏になった。ら、そこから生の生まれたんだ。すごいね。長野はね、もちろんその3年、4年前からアイディアはあったんだけど、うあの、ん。試さなかったのよね。だけど今年は、その最後の最後まで悩んで、あ、もう夏になったよ、どうしよう、麹冷凍庫にしまったけど、ちょっとこれはみたいな。そんで、もう真夏になる前に麹は乾燥のやつ。麹はね、いつも、国産のやつで、乾燥のよりやっぱり自分の仕込む味噌だから、美味しい麹使いたいじゃない。うんうんうん。だから本当に美味しいお味噌屋さんの麹を、取り寄せて、ちょっとうんうん。ね、送料とかかかるけど、クール便で取り寄せて、作りたての麹で普通は作るの。うんうん。それを冷凍しといた。生すごいよ。もしかしたら乾燥麹使ってた？私はね、最初やった時は生使ったんだけど、うんうん。うん、今回でも乾燥の作ったら、本当に。今日もあるんだけど、こあ、れ、ねえ、なんかインスタに載せてたよね。わかる。本当わそれで、かるやな。めっちゃ元気で、なんかどんどんすごいどん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 上がってく、わかる？このく、わかるわかる。この空、そう、層ができるの、そうなんかね、そう。地層みたいなね、あれがめっちゃ美味しそうじゃない？そうそう。で、今年、これちょっと時間がかかって、なんかなかなかできないなと思って、ごめん、すいません、さっちゃんの話の途中でいやいや申し訳ない。いやいやいや、一緒に。これ、うちのビワがあって、ビワの葉っぱで、こ蓋をしたんだけど、ちょっとやっぱり腐っちゃって、でもうんいっぱいうん。塩入れた。いっぱい塩入れて、なんだっけな、こ何度かカビのところを取ってやって、うん。で、本当は1年弱でできるんだけど、1年半待ったんだよね、これ。で、開けたら、めっちゃ美味しくできてて、美味しそう。めっもうちゃ美味しい。それ、で、夫に食べさせたら、今まで食べてきた味噌の中で一番美味しかったって言ってくれて、それ、ビワのなんかね、めっちゃいい香り。目に見えないエネルギーとバクテリアと酵素ともうなんか、すごいことなってんでしょうね。すごいことにまあね、自分の庭で採れたやつっていうのもあるけど、でも結構作って、で、冷蔵庫をちょっと今支配してるから、わかるわかるわかる。で、普通です。ただでうん、さえ冷蔵庫私たちの生活支配するのにね。で、そう夏にそうそう、なったら何でもかんでも入れない感じで。いっぱい入れるものがある。そうそう、ごめんなさい、さっちゃんが大いや、切な話。すぐ話私もそれちゃうんだけど、ごめん。で、そうそう、それで、生のじゃあ麹とその生のひよこ豆を使って作ったんだ。
そう、私最初はそのひよこ豆は、失敗したくなかったから、ローカルの大豆だったらいつでもそこで買えるでしょ。だうん。から、ひよこ豆じゃ取り寄せない関係、まず最初失敗する前にと思って、地元の大豆で挑戦してみたのね。そしたら、ちょっと持ってきてもいい？うん、もちろん待って持ってきて。ます。楽しみ。その間に私の味噌、めっちゃいい香り。元気がよくって、これぐらい、そんなに満タンには入ってないんですけど、すごい元気がよくって、こう、汁がどん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 あ、溢れ出してる。そうだよね。それ美味しいんだよね。私なんか、キコのポスト見ててさ、もう本当に私のなんか特別な味噌みたいな感じでなんかキャプション書いてて、ちょびっとのきゅうりに乗せてるの見て、もうめっちゃ気持ちわかると思って、本当そうだよね。きゅうりに乗せて食べるのが一番美味しい。うん。なんかはいはい。薬みたいな感じでもあるよね。ああ、そうね。薬というよりなんか、こう、体の芯からこう、なんかね、こう生き返らせるみたいなのあるよね。ねえ、なんかね。それで、これがそうん。の最初に作った大豆の、ろうの大豆、生の見える？元気元気。うん。そうなんだよ。これも元気なんだよ。なんか普通の味噌みたいになってて、で、これが、あの、もう1週間とかで爆発しちゃったんだよね、実は。爆発ってどういうこと？私、これとこれに2つに詰めたの。で、これうん。は多分300グラムか500グラムかちょっと忘れちゃったけど、そのぐらいのドライの大豆の重量で、うん。麹を1.5倍ぐらいにして作ったのね。うん。初めてだからもう全然自分で勝手に決めてやったんやけど、そしてこれに詰めて、で、このぐらいまで詰めて、で、朝ね、最初は普通のおっきなのにいっぺんに入れて、で、ちょっとアルコール臭がしたから、仕事前にパパってこれとこれに詰めて冷蔵庫に入れるつもりで、うん。まあ、冷たばっかしだけは置いとこうと思って仕事行ったのね。で、帰ってきたら、この蓋は膨らんでるの。あ、どうしようと思ってね、開くかいなと思って、開かないの。あ、もう。で、ちょっとこれどうしようと思って、台所のとこ行って、なんか布かなんかでくるんで、そしたら布でくるんどったのに、ポッって爆発して、すっごい、こんな普通の調理した大豆で作った普通の味噌じゃ絶対起きないね、こんな爆発とか。あ、本当。へえ。バーン飛び散って。すごいね。生で作った人いる？なんかさっちゃん以外に聞いたことないんだけど。私も、なんかちょっと聞いたことなかったけど、世界には一応なんかそういう風なバクテリアを利用して作る調味料はなんかあるみたいなんだけど、えなんか味噌ってえ。なかったからちょっと実験してみようと思ってね。そしたえらほんと活え。性が強いのね。やっぱ生きてる。ほら、うん。ね、調理したクックの大豆でも生きてる味噌とかって言うじゃない。うんうんマジ生きてる。発芽させたのね、先に。うんうん。めっちゃ元気だった。うん、写真見うんたら。うんうんねうん。それが多分2ヶ月ぐらい前だから、発芽もできたんだけど、ちょっと今回はね、あの、ひよこ豆を水に浸してる状態ですでに室温が高すぎて、なんかブクブク泡が水に出てくるぐらいあったから、ちょっと発芽させるまではしなかったのね。腐るといけないから。うん。で、何回か水を変えて1日浸して、で、ひよこひよこ豆は、ひよこ豆って結構難しいよね。私もようん、く最初の数年はひよこうん、豆作ってたけど、ちょっとなんかうん。あれはちょっと危なかったんじゃないかっていうぐらいなんかチーズっぽくなる。難しいよね。結構腐りうん。やすいひよこ豆。腐りやすいね、腐りやすい。うん。そうそう。だけう美味しいんん。だけどね、美味しいんだけど、だから、ちょっと発芽させる前に食べたり、しっかり浸水させて食べたりします。でもあれ発芽してなかったっけ？うん、ひよこ豆は発芽させずに、もう清潔さを優先して、1日だけもうどんだけ水変えたかわからんぐらい水を変えて、しっかりうん浸水させてから、そしてうんうん。今度麹と、あとお塩が、私ブラックソルトを今回、お味噌に使ったのね。100%？100%。そうなんだ。なんかう上辺だけじゃなくって。そうそうそう。めっちゃ美味しくって。匂いは？
匂いはね、えらい良かったの。臭くなもうちょっかった？なんとね、か、硫黄みたいな匂いする。硫黄の香りがもし嫌いな方はそうかもしれんけど、硫黄の香りになったというより、もうひよこ豆のと混ぜた時に、なんかすっごいいい香りになったの。ありがとうございます。これ、なんだっけ、これなんか発芽してるように見えたけど、そうそう、それはね、ソープしただけ。すごいぜひ、さっちゃんのインスタ見てみてください。でもね、なんか、このぐらいのね、大きさのね、報道のうにん。仕込んでるんだけど、もう匂いがする、めっちゃ。なんかね、これがね、すっごい匂いになって、なんでかわかんないけど、香ばしい匂いがして、そ大れが不思豆の時とまた議だよね。違うの。ね、楽しいの、なんか。えー、すごい面白い。ちょっと近くに面白い。住んでたらなんかほん嗅ぎに行きたいよ。本当に、でもこれもね、本当は送りたかったの、美味しくできたから。でも、私ね、塩分量めっちゃ抑えて、今回成功してて。すごいね。しかもこの暑そう、い時に塩分量を控えたってすごいね。そう、だからなんでこんなうまくいったのかがわかんないんだけど、もうちょっとなんかすごい愛を込めたり、光を込めたり、なんだかんだ見えないことはいろいろやったけどね。だけど、多分この生きてるそのバクテリアの、住み分けなんか悪い菌が繁殖しないこの住み分けのバランスがうまく整った時に爆発もせずに、穏やかになって、その後は冷蔵庫で静かに味が変わらずにいるのね、酸っぱくもならずに。それ、できたのはいつだっけ？できたのは多分1ヶ月ぐらい前なんだけど、できるまでに普通の味噌は私はだいたい3ヶ月から6ヶ月ぐらいかけてるけど、麹の具合が高いと、どんどん発酵進んで短くできるけど、私はそこまで麹の、割合は高くしないで、普通のお味噌なんだけど、3ヶ月から6ヶ月ぐらいかかるの、これは結局1週間ぐらいでもう冷蔵庫に収めないといけないレベルに、活性がなったから、あとは冷蔵庫にしまってるんだけど、味が酸っぱくまだなってなくて、そのプラスチックは何のプラスチックの入れ物？プラスチックはこれは普通の無印のパック。あ、そうなんだ。食品用のタッパへえ。ー。で、これ何？は、もう蓋はだいぶ良くなってきたけど、もうそれはどうでもいい。これ、ああ。なんか層になってて、うん。両方とも冷蔵庫に入れてるんだよね。今は冷蔵庫入れてる。入れてる。だけど、もっと持たないと思ってたな、私は。っていうのはね、なんか、食感がやっぱり味噌じゃないのよ、食感は。何の食感？作り方をちょっと言うの忘れてたけど、材料、こうやって揃えて、で、大豆の場合はちょっと発芽させて、ちょびちょびって。で、それをフードプロセッサーにかけたのね、私。マッシュの代わりに、めっちゃ細かく、チョプ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 でペーストにして、多分バイタミックスじゃ無理やろうと思ったから、ああ、水分がなくて。量的にどうやろうってなんかあぐわーってなって、だから下の方だけ回ったりするじゃない。そうだから、そうそう。だからフードプロセッサーでやったらうまくいって、だけどやっぱりちっちゃなつぶつぶつぶにしてるわけだから、普通の調理された味噌っていうのはスムーズな滑らかな舌触り。これはなんか豆のペーストって感じのテクスチャーなの。なんで、これはひよこ豆の方だよね。大豆。これは大豆の方。大豆の方。大豆は発芽させて、うん発芽させたものを、こう、生の麹、をずっと冷凍庫に取ってあって、それを塩と混ぜて、混ぜて、手で混ぜて、まず手で混ぜてあげて、で、フードプロセッサーに、まずそれを入れて、ペースト状に。まず大豆をフードプロセッサーに入れたんだけど、普通は水分を茹でたら吸ってるよね。だけど、その茹でた吸ってる分のお水を、山で汲んできたお水を足して、ちょっと目分量でね、足して、ペースト状にして、いつものお味噌の、その茹でた豆を味してると同じぐらいにならないかなと思って、なんとなくで足してやったのね。山そしたら、で汲んだお水すごい、上級者レベルだね。すごいな。なかなか、すごい、
それ、なんか奇跡の味噌だね、お味噌だね。あなたのも、なんかそういうの楽しいよね。なんかビアの葉とかもなんか、いや、ねかなり上級者、それは。もう、あ、そうなんだ。あ、そうかそうか。じゃあ大豆をまずペースト状にして、で、それをペースト状にしたものを、塩にし塩切り麹と合わせて、そして、ただ今回はほんと最初やったけん、腐ることをまず防ぎたかったのよね。だから、ゴムベラで混ぜた。ゴムベラで混ぜて、手では、塩ちょっと多分、塩切り麹する時もちょっと多分手で使ったとは思うけど、大豆を入れてからは手で混ぜるんじゃなくて、ゴムベラで混ぜて、最後鳴らす時に、自分の手のね、乳酸菌もあるから、ちょっと話しかけるように抑えてみたいな感じで、すごい細心の注意を払ったのね。すごいね、この暑い時によく完成してすごい。びっくりした。だけどその代わり爆発したから、ほんとに、なんていうのかな。ほら、あれと同じだよ。味噌の発酵って、サワークラウト、ザワークラウト、ね、あれの発酵とはちょっと違うじゃん。麹を使った発酵と乳酸菌の発酵って、麹菌と乳酸菌って違うやん。だけど、多分なんか、それのようなブクブクとなんか麹の発酵ってちょっと違うじゃん。それなるほど。がなんか、へねえ。びっくりした。すごい面白ね。い、面白い。だからこれ本当にね、郵送で送りたいぐらいあったんだけど、それができない理由が爆発するから、ちょっと暑いかね、らね、今ね、そう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 。余計に。へえ。だからやってみてほしい。そっか、何週間でできたんだっけ？1週間でできた。で、すごい。これは、大豆はね、大豆はだけど、多分それって水分量、塩分量、麹の量、全部関わってきてるんだよね。だけど一応記録はしたけど、同じように作るのはやっぱね、そうそう。っていうわけで、これが第2弾のそのひよこ豆の味噌なのよ。すまたこの真夏にチャレンジして。そう、そしたらね、綺麗。この子が穏やかなの。多分10度近く気温が上がってるのに、不思議なの。へえ。で、すごい香ばしい匂いがしてたのが1週間ぐらいで落ち着いて、うん。で、あの、面白い、面白い。発でも、酵に向いてるのかもね、さっちゃんがね。さっちゃん自体が。そうかもしれんね。なんかゆっうん。くり、なんでもね、愛を注ぎ続けて。じゃあもう今度はそれは放浪だからそんな爆発することもないよね。そう、空気が入るように。そう、大豆も最初は報道にしてたんだけど、私がアルコール臭がした、あら、これはと思って冷蔵庫に入れるために詰めたら、なるほどね。はいはいはい。もう汁が出てきて、うわ、なってるし、もう帰ってきたらびっくり、もそうなんう、何だ。時間かで。じゃあそのひよこ豆の方はまだ味見は。味見はまだしてない。うん。楽しいね。楽しみ、なんか楽しい。夏にお味噌作りをしたことはある？ないけど、普通の、うん。さっき言ってたみたいに麹の具合を多くするか、夏みたいに気温が高い時にすると、味噌ってすぐ短期間でできるんだよね。うーん。だから、夏にお味噌を仕込むのも、それを好んでやる人もいると思うんだよね。そうなんだ。うんうん。へえ。短期な間で。なんか私はさ、そのカビが生えるのが嫌だから、で、しかもうんちょっと横着してさ、本当はビうんワの葉っぱで詰めるのは良くないんだよ。できるはできるんだけど、空気が入りやすい。本当はあ花みたいな、ペうんうんタッとした葉っぱが空気が入りづらくて、菌も入りづらくていいんだけど、うんうん私はうちの庭のものをどうしても使いたくって、で、うんうんビワの葉っぱがもうすごい大量にあったから、そう詰めたんだけど、別に塩気は多くても別に使う時に量を調整すればいいから、私は塩分は全然気にせずたくさん入れたんだけど、やっぱりなんか
ちょっとカビが入っちゃって、うんでも白いもカビだったから、まあ、もしかしたら、いや、ごめんね、今言おうとしたの、もしかしたらそれカビじゃなかった可能性もあるよね。見てないからわかんないけど、実は味噌って、カビに見える三膜酵母っていう名前のなんかね、酵母菌がカビに見える白いやつっていうのがあっうんて、味噌の上にそれが生えてきても実は大丈夫なんだよね。だけど、それが黒くなってきたりとかいうのが見え出したら、それはカビの可能性がある。今年ね、なんかね、ちょっと黒っぽかったんだよね。で、捨てなきゃいけないから結構たくさん作って、捨てなきゃいけないかなと思ったら、今までで一番美味しいのができて、本当によかったね。フランス人の夫にも評価、すごいいい評価。すっごいなんか、で、汁がいっぱい出てさ、爆発して、なんか冷蔵庫の中にもいっぱい汁が、なんだろうな、わかる。そう、結構そんなにギリギリに入れてないんだけど、それでもやっぱり出てきちゃって、生きてるよね。たまり醤油にしとけばよかったと思う、もったいないなと思うんだけど、今、1週間に1回のさ、ローカフェうん。のところが使い捨て時代を考える会っていうコミュニティスペースなんだけど、そこでお味噌作りとかしてて、でそこもすごい元気のいいお味噌を作るんだけど、そのお味噌からできたたまり醤油っていうのもそのカフェで使うことができるんだけど、やっぱりほっとくと白いカビっぽいのが出るんだけど、あれはカビじゃなくて酵母の一種なのかな。うん、酵母菌のね。めちゃくちゃ美味しくて香りがよくて、たまり香りが。そう手作りのたまり醤油食べたら本当になんか普通の醤油なんか全然なんか違うものみたいな感へじだ。え。手作りのないあれたまり醤油っていうよりか、その味噌だまりを醤油として使ってるってこと？そうそう、私の使い捨て時代のところは、そうそう、たまり醤油、この上に溜まった水分のところをこう出してるんだと思うけど、で、お友達がお醤油作りをしてるお友達がいて、そうそう、で、彼女にもらったお醤油をいただいた時も、こんなになんか今までのお醤油の概念と全く違って、なんだろう、そういうフローラルな感じ、うん。優しい甘い香りで、なんかわかる気すごいがする。びっくりする香り。でもちょっとやっぱり常温に置いとくと白いものが出てきて、最初はびっくりしたけども、なんかいいね。うん、なんか、麹菌って確か日本の国の菌でしょ？なんか、菌と共に生きてるみたいな感じでいいよね。でもさっちゃんやるというようなお醤油作りって本当に簡うん。いや、単だって。私もね、思ったことあるんだけど、醤油って本当に作ろうと思ったら1年ぐらいかかるうのと、ん、私、家族もそんな、父親が近いか、今は。一人暮らしだから、作っても消費する、量がね、っていうのあがあっあ、て、醤油と挑戦したことなくて、あと保存場所も結構あれだよね。そうだよね。まあ、白いの気にならなければいいけど、やっぱりちょっと生きてるから、うん、うん、爆発もしやすいし。うん、うん、うん。うん、へえ、そうなんだ。じゃあ去年は去年というか今年の冬は作らず、夏そうそ生うそうそうそう。生味噌デビューしてすごい楽しね、み。楽しい。ーあの、ぜひ、その生の麹が、ちょっとさっき言おうとしたけども、その麹だけで、これは、あの、香りがすごくよくって、うーん。ね、開けた時になんかもう、だからうん。それで塩麹のうん。なんか、玉ねぎ麹っていうの私試してみたくて、今年それもやったんだけど、うん。なんか玉ねぎ麹キコもそんなに、そこまでね、あれって言ってたけど、そうそうあそう。よく作って、私もそのお味噌作りのあまり、今年結局、その1年半前に仕込んだやつが、あうん、やっと食べれるようになったから、お味噌うん、作り、乾燥麹は買ったんだけど、うん、お味噌ちょっと多すぎうん、て、冷蔵庫にうん、支配されてるので、うん、うん。
で、そうそう、塩麹と玉ねぎ麹を作ったの。で、余ってて、でもやっぱりこれ玉ねぎ麹なんだけど、なんか不思議だなと思って見てるのが、なんか不思議液体でサラッサラいや、なんでサラッサラしてる液体にサラサラしてない普通。してない。してえ、ない。水お分が多い。水入れたお水入れたお水入れない？入れない。あれ？ちょっと待ってね。あの、これは、塩麹を作って、塩麹をこれ作って、で、さっちゃんと話をして、玉ねぎ麹美味しいっていう話を聞いて、私、玉ねぎと麹あんまりなんかいい思い出ないんだけど、そうやって今言われてみれば、なんかもう最近作ってないから作ってみようと思って、塩麹に玉ねぎを入れああ、た。そうなんだ。いいめっね。ちゃいい香り。なんか本当に、なんだろわう。かる、なんか、わかる。コンソメスープみたいな。そうなんだよね。めっちゃいい香りで、でも塩麹の方は、なんかね、酸っぱい香りになってきた。やっぱ夏だからだ。う夏だからん、ね。変な酸っぱさじゃないけど、やっぱり毎日こう香りが変わってきてる。うん。どんなのさっちゃんは。玉ねぎ麹はなんだろう、私は、なんかレシピを調べて作ったんだけど、玉ねぎをフードプロセッサーで攪拌して、水分量を全部玉ねぎに補ってもらって、麹と塩を合わせて作ってる。ただ、今ある？私は、今ある？今ない、食べきった。食べきった。で、食べきった。玉ねぎ麹を作って、次に玉ねぎ柚子麹を作って、次に葉玉ねぎ麹を作ったの。そしたら、キコに言ったけど、あれがなぜかめっちゃ美味しくって、葉玉ねぎと長ネギはどう違いますか？葉玉ねぎと長ネギはただ種類が違うだけで、長ネギはもう大きな太いネギや。で、玉ねぎってなんか私たちが食べてる玉ねぎは土の中に植わってるけど、その上は普通に長ネギみたいな形状の葉っぱがだよね。あれでも育って食べてて、も同じ味じゃない？長ネギと葉玉ねぎと違う？マイルドでやっぱネギと玉ねぎちょっと風味が違う。そうなんだ。うん、でその葉玉ねぎでうん。作った麹。がすごく美味しかった。やっぱ香りがね、なんかいろんな麹となんかが合わさってすごい、なんかね、今まで新発見の味になるよね、なんかいろんなものが。緑ってこと？緑の。それ緑でえらい綺麗だったな、最初作りたては。そしたら1日経ったらなんかどす黒い色になって。茶色い感じの。そうそう。なんか茶色というより黒ね、なんか。そうなんだ。黒になって不思議だったけど、もしかしたらブラックソルトとなんかミネラルと反応したのかもしれないけど、それもブラックソルトでやったの？すごい。ブラックブラック、ソルトすごい。私、塩を多分、私ちょっとここでロービーガンの話になるんだけど、ロービーガンになってから、普通の、フルーツベースとかローファットとかのロービーガン、あとは AT1010 とかは塩を使わないんだよね、基本的に。なんかプリンシパルとして。で、私はやっぱ日本人として、かなり塩を抜くというのが、調理されたものを食べないっていうよりも、もしかしたら難しいんじゃないかっていうぐらい、塩味のないもので美味しく作るっていうのが、もうかなりこの10年内での長年のチャレンジだったんだよね。それで、塩を抜きたかったのね。ほら、基本的なプリンシパルがそれだから、やっぱり最初はそれに、ほら、キコが最初ね、ストイックになるんですね。みんな大体ストイックになる時っていうのがある人はいるじゃないな。私もやっぱりそういうタイプで、かなりストラグルだったね。美味しくないよね、塩抜き。私も全然80-10でその前も話したドッグラハムの本で塩はあまり良くないっていうので、私も塩抜きのしてた時あったけど、でもね、塩は私大切だと思う。すっごい大切だと思う。で、日本人って塩すごい重んじるよね。特に長崎とかさ、
広島の方はうん被爆された人ね、原うん爆があった時にその塩をしっかり食べた人が被爆からの被爆からそうだっ逃れたたんだ。っていうのをなん聞いか、うんなんか味噌がそれにすごくいいっていうのを聞いて、味噌汁ですごいなんかそこだけじゃなくて、チェルノブイリとかの実験にも発展させても、味噌汁食べさせたら、その回復がすごかったっていうなんか実験の結果とかは、私も聞いたことがあって、味噌のパワーってすごいと思ってたけど、それには塩も関わってたんだで、ね。私はどっかで、なんかすごく塩は大切だって、だから、本当にいいお塩、でも本うん、当にいいお塩が何なのかっていうのは、うん、そうだ聞くよね。になってくるけど、うん、でもうん、私も塩抜きして美味しくない、全然美味しくない、美味しくならない。あの、いくつかのレシピは塩抜きでもいいけど、毎日うん、ずっと続けるっていうのは、なんかうん、続ければ舌が慣れてくるって言われてたけど、私はうん、慣れなくって、で、うん、それよりさらに、うん、塩が入ってた方が、ミうん、ネラル分とか、このエレクトライトっていうのかな、うん、うん、例えばスイカをたくさん食べると、ちょっとなんかバランスが崩れるというか、うん、昔の人うん、塩を振ったりしてたスイカに。うん、あれもうん、なんかそのミネラルバランスなのかなと。まあ、ちょっと科学的なことじゃなくて感覚的で私は話してるけど、うん、でうん、塩は大切だと思って、で、うん、ブラックソルトを、なんだっけ、使うようになっそう、だから塩をあんまり使わないもんだから、塩うんが家にない時もあって、で、オーダーする時に、塩やっぱりいいものを使いたいから、なんか、ね、調べたりとかしていろんな塩やってみたけど、何しろ少量しか使わないもんだから、で、ブラックソルトをちょっといいの試してみたらすごく美味しいから、まあ、塩をそのまま使うことはもうなくなったけど、ちょっとやってみたら美味しかったのね。なんかこの塩の話、塩とロービンガーの話はまた聞くことやりたいなと思うんだけど、うんうんうん。全然、なんかもう私はそれの結構チャレンジをずっとしてきたのと、なんかロービーガンのチャレンジ、塩抜きのチャレンジみたいな、ちょっとどぎくかなって思うぐらいあった、やっぱ。う夕ーん。食だけなんだよ。夕食だけなんだけど、そう、全く味が変わるからね、塩抜きでするのと、ちょっとでも入れるの。うーそれがん。理由で、私はお味噌とかに、塩分をすっごい控えめにして、できないかってずっと挑戦してるもんだから、あの、何パーセントの塩分でやったの今回のえっとね、実はこの間、普通の味噌を作った時よりも低めにしたんだよね。計算したら多分7%か8%になったかもしれない。でも最初は多分6%ぐらい作って最後振り塩して何回もしたから、でも今回は1回の振り塩で、うまくいってるのは、1回目のスターターみたいな感じで、リンゲージみたいな感じ、リンゲージっていうか、うん。いっぱい2杯の前のお味噌を入れて、ちょっと菌を、うんうん。環境を整えたんだよね。だから、ちょっと多くしたかな。でも8%ぐらいかな。前のはなんか6%ぐらいの味。もう味噌食べたことない作り、ぐらい。うん。味噌作りって普通どれぐらい入れるんだっけ？13%とかって聞いたことはあるけど、でも11%、私は今まで10%以上で作ったことはなくて、普通の味噌でも。大抵10%えーぐ今ね、調らいで。べたら、米味噌が10から13%、豆味噌11から13%、うん、減塩味噌が6%からうん、うん、9%だって。うん。だから気をつ私、けたらできるんだよね。すごいね。私ね、多分20%ぐらいで、本当多分なんかもう、いや、私塩分はすごいに？うん。大切だと思ってて、で、そっか。そんなに取らないじゃん。私たち外食しないから、うん、うん、全体的に見たら大して取ってないうん、うん、うん、から、で、あんまむくみとかも感じないし、うん、うん。お味噌もあんまり使わないかな。うん。から、なんか楽しいよね。近くに住んでたら馴染みし合いたいよね。ねえ、なんかその味噌だけじゃなくて、もう、ねえ、いろいろね共有できることもあえ、るけど、でもね本当に一回来てくれてるからね、それはありがたい。本当にまた来え、て。うん。いや、なんか楽しみ、なんか、
ね、いつか実現させたいね。ね、またまた、そうそう、で、柚子味噌の方は、また麹といや、塩と、柚子麹、柚子は、玉ねぎ麹に、ちょっと庭で、なってた柚子の、なんか冷凍してたかな、もう冷凍してたかもしれんけど、それを、皮、酸っぱいとこは抜いて、皮だけ、皮の香りが欲しかったから、いい、美味し私、そう。ね、美味しい。塩レモンとかあるでしょうんうんうん。ね、発酵させたような塩だけで。あれのうん。塩柚子って作った時があって、それがすごい好きだったから、ね、玉ねぎ麹に柚子を入れたんだけど、ちょっとそこまでたくさん入れなかったこと、2個ぐらいかな。このぐらいの瓶に2個ぐらい入れたかな。柚子を。だけど、まあ、入れても入れんでもいいかなって私、感想だったのね。あんまり香りがなかったってこと？うん、麹にこなれてこなれて、なんか、塩柚子作った時の柚子の香りと、なんかね、混ざり合ってまた違う。ね。柚子を2個入れたの？柚子の皮を2個入れた。花柚子。うん、そうそう、皮にこうね。結構な量だよね、それって。だってゴルフボール、ちっちうん、ゃな柚子。ちっちゃな柚子でも結構だってちょっと入れるだけですごい香りがするけど、そうなんです。発酵でちょっと香りが飛んじゃうのかな。うん。ちょっと忘れないうちに、ごめんね。あの、なんです。何夢干しだ。梅干しってさ、うちの庭、今年すごい大豊作で、庭の梅の梅干しめっちゃ立派、すっごい大きいの、わかるかな、この大きさ。すごい。立ほんと、紀州の梅干しみたいやん。そう。で、なんかさ、もったいないんだけど、あの、いっぱいボトボト落ちて、で、わかる。なんか、なんか、本当になんか想像以上に今年大きくて、あの、毎年なんか元気になってきてるんで、今年3年目、引っ越してきてから3年目で、その前の居住者の方が育ててた梅なんだけど、うん。なんか、あんまり、なんかお庭とか、に愛を注がない家族といううんか、うん。結構大変な家族だったり聞くとこによるとね。うん。で、私はもう庭に愛情をたくさん注いで、コンポストもたくさんして、なんか毎年すごい元気になってくれて、で、最初はね、全然、梅とかは本当にちっちゃい、なんかちっちゃい、青い梅でも、こう、実がしっかりこう、熟す前にボトボト落ちてたのね。で、もったいないなとか思いながら、で、梅の花もすごい綺麗に咲いてくれて、ご近所さんがね、なんかすごいですね、なんか、私ずっとここの梅見てきたけど、こんなに綺麗に咲いたの初めてですよっておっしゃってくださって、めっちゃ嬉しくて、感動する、ほんと。そうそうそう、答えてくれたんだ答えて、ね。そうで、今年の本当に豊作で、なんかすごい葉っぱで隠れてて、そんなに実がなってるっていうの知らなかったんだけど、どん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 ボトボト落ちてて、でも落ちるとさ、こう傷がつくじゃない？うん。で、使えないなと思って、あの全然収穫しなかったんだけど、やっぱりちょっと香りを嗅いでみたらすっごいいい香りだったわね。すっごい、うん。なんとか言え、なんとか、絵にも言え、なんていうの、ごめんなさい。もういい、どう私もでもいい。ごめんなさい、日本語がそのだって忘例えがれちゃったよ、もう日本人なのに。絵にも言われねとか言うよね。絵にそうなんも言われぬ。だ。ごめんちょなさい。っと合ってるといいんだけど。ね、うん、そうそう、でもすごい素晴らしい香りで、で、いくつかちょっとダメにしちゃったんだけど、これだけ本当に最後の最後、だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、それだけの、それだけというか、たくさん梅になったんだけど、梅年はそれできたのはそれだけこれ、あとはなんかうん。傷ついてるかなとかで、どうしようと思って、これ梅は傷とか絶対ついてないやつがいいっていう、インターネットで見るとね、いつもそうやって書かれてあったから、あのそうそう、作れないのかなと思ってたんだけど、なんかお店の見たら結構傷ついてたのあって、いや、ちょっとやってみようと思ったらすごい、もったいない、なんか半分、半分来年からね。来年から気をつけます。
でもこれだけできてすごい美味しそうなので、うわで、そう梅干し、干して、で梅干しって発酵になるのかな。なんかね、あ、私も調べたことあるんだけど、あれは、あのプロセスは発酵と、厳密には発酵とは言わないんだって。そうなんだ。やっぱり塩が熟成っていうのかな。あなんかプロセスがね、発酵とはちょっと違うんだって。あ、なるほどね。すいません。私、うん。発酵かなと思って一応ここに持ってきて。でもすなんか。ごいいい香り。なんか香りだけ嗅ぐと本当に甘いこう果実を食べたそのまま食べたいっていう思う気持うちになるん。ような、すごい華やかな甘酸っぱいいい香り。うん。うん。うわー、楽しみだね。どんな味になるのか。ういやん。なんか機械を触れて、愛を込めて、もう土から育てたのがもうこう実になってね、花が咲いてみるのも、なんかね。なんか本当にもうありがたい。本当梅の木って本当うん。に素晴らしいなって思う。うん。あの、なんもうずっと四季を通して、あの、楽しい。今は夏だから日陰を作ってくれるし、うん。冬の時期は、うん。あ、3本、梅の木3本あって、ええ。白いお花とうん。ピンクのお花が咲くのが真ん中にあるんだけど、たまにこれ折れたりとかして、その花つぼみのやつをね家に入れるんだけど、その部屋に置いとくとすっごいいい香りがする。へもうなんかえ。本当にこう冬の楽しみ、それは。うん、いいなそうだからそう香りも素晴らしいし、お花も美しいし、でね、初夏になるとこう梅の実になってくれすごる感じ。いね。すみません、発酵じゃないのにごめんなさい、そのいや、梅の話なんか聞をして。いちゃった。ほんとなんか日本の、私、キコの宇宙の訪れさせていただくことがあるんですけども、日本のもうね、この和の生活、もああ、う、そうそう、今ね、ねキウイが、さっちゃんがいた時さ、キウイ、キウイ、そうそう、キウイ登場。キウイすごいのね。多分さっちゃんが来た時は、まだ植えてなかったんだよね。植えてなかったね。今すごいことになってる。インスタでたまに、シェアするけど、食べてるキウイって自分のキウイ？そうそう、今は、去年は2個だけ食べれた。あ、で、そっか。今年はだから食べれるのが多分11月とかなんだよね。そうそう、そうだよね、冬だよね。そう、つまり実がなってるのが今見えてるってことね。そう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 、ごめんなさい。そういう意味か。今食べてるのはニュージーランドのゴールデンキウイ。いや、めっで、ちゃ楽しみだね。鈴なりのようになってて、すみません、ちょっと発酵の話なのに、発酵に戻るか。発酵に戻りますいやいや、なんかそれかでも発酵しそうなね、なんが、かね。だってうん、キウイってすっごいでしょ、繁殖力が。生命力が。すごい、ちょっとどうしようって思うぐらい、お隣さんの方にもこうなんかこう、わかる。楽しいね。本当にもうロービーガン食生活って本当になんかいろんな発見があるよね。なんか自然に帰るから、なんかこう自然にこうこう家で発芽の体験もするようになるし、なんかこうそう楽しみがいろいろこう増えてくる。いや、なんか今日話聞いてると胸がいっぱいになってきました、もうなんか。特にやっぱ、私はちょっと今叶ってないけど、土のある生活っていうのもまたね、気候ほうん、ら、全部できる叶うでしょ、今、コンポストにもね、こう戻して、このサイクルが、うもっん、とね、あの、ねえ、コンポスト素敵。はちょっとすいません、コンポストちょっと暗くなってきたので、あの電気をつけますけど、コンポストは本当にアパートの人でもぜひやってほしい。そんなに大変なことじゃない。ただのなんだろう、プラスチックの大きめのプラスチックの蓋があるプラスチックの入れ物に落ち葉とか土を入れて、サンドイッチミルフィーユ形式で土落ち葉、生の果物のなんか皮とか野菜の皮とかを入れて、でまたミルフィーユ状態で土とか葉っぱ入れると、この暑い時期なんてか本当にすぐに1週間ぐらいでもう何にもなくなる。
そっか、もう微生物がね、育ってるんだよそうそうね。そう。さっちゃんはそうなんだ。どうしてるんだっけ、畑に私はもう違うんだよ。だから畑も離れてるし、あの、だからその作ったコンポストを利用っていうのがまずちょっと、あ、そっかそっか。あれなのと、アパートやけん虫がちょっと湧くのがね、最初その微生物がきちんと育ってくれたらね、その後は多分そこまでね、問題ないと思うけど、その虫がっていうのと、ちょっとまた一つ問題があって、日が当たりが良すぎたりとかするのとか、もううーん。植物が育たないぐらい、ちょっと灼熱になっちゃう環境とか、いろんなのがあるから、ちょっと、あれね、でもね、バケツでもいいんだよね。バケツでもう密閉状態にしといて、うん、いくつかそのバケツがあれば、うん。もう1週間開けない状態にしあ、て、なるで、ほどね。そう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 、うん、すっローテーション。ごい簡単にできる。そんで、確かに、ね、本当にやってみようかな。と、その土をどうするんだっていうことになって、それをどっかに持っていかなきゃいけないから大変かもしれないけど、うん。本当にコンポストあはあ、もうぜひ、うん、出る量が半端ないっていうのもあった。生ゴミの量がやっぱ、あの、そうなんだよね。ロービーガンの私たちは果物をたくさん食べるからね。そうそうそう。パイナッあ、でプルとかバも、ナナとかね。やってみようかな。ありがとう、おすすめ。ちょっとトライしてみようかな。ぜひ、うん、本当に生ゴミって、すごいエネルギー使うんで、生ゴミ処理っていうのは、やっぱああ、り、それも聞いたことそうある。そう、水分含んでるから、そうそう、こう、ね、なんつうの、処理するのにすごい加熱しうん、て、火力を使ったりして、うん、うん。そうさ、やっぱり環境に良くない。だから、あれはなんかもうちょっと政府がね、コンポスうん、トのおすすめとか、うん、台湾とかなんかは、コンポストじゃなくっても、うん、生ゴミだけの回収っていうのをやってて、うん、あの、バケツに入れて、うん。1週間の、確か毎晩だったと思う。毎晩、へその生ゴえ。ミを、回収してくれるところがあって、今へ年、私え。台湾に行ってきたんだけど、あの、レストランに行っても、生ゴミはもう生ゴミだけでちゃんと処理して、へそのえ。生ゴミ、普通の可燃ゴミと一緒にしなくて、生ゴミは生ゴミだけ。で、へえ。それを、家畜の餌にしたりとか、うんうん。されてるみたい。へえ。なんか、いろいろもっと学べそうな。そうあの そうそう。なんで、ぜひ、夏休みの課題とかで皆さんもやってみてください。本当になんかうん。話が尽きないけど、例えば発酵でも私もっと話そうとしてたのが、ほら、発うん。酵っていう一括りで言うと、ちょっと私の味噌の話がね、ちょっと長引いちゃってごめんなさいね。あの、味噌だけじゃなくて、さっき言ったけど、ザワークラウト、うん。ね、とか、キムチとか、私が発酵で作ってるのはやっぱ味噌とザワークラウトとキムチなんだよね。そっちのうん。話もしようと思ってはいたんだけど、また今度。そうそう。で、納豆は挑戦したことある？納豆は昔々あるんだけど、もっともっとその実家にいた時に昔、うん。あんまり美味しいのが私はできなかったんだね。でもその時は本当に市販の納豆を茹でた納豆に市販の納豆を入れて、多分環境がそこまで保温がうまくできてなくて、なんか時間かかって、あんまり納豆じゃない納豆みたいな感じだった。あ、そうなんだ。私うん、最近2回、納豆を挑戦したんだよね。で、うん、うん。一番最初に挑戦したのが2年前、東京にいた時に挑戦したら、うん。めちゃくちゃ簡単にできたんだよね。へえ。確かね、ローズマリーかミントかなんか、その辺に生えてたのを、何でもできるんだよね。確か雑草類だったら基本できへるって書いてあって、で、1回目がすごい簡単にできて、でも私もともと納豆好きじゃないけど、健康にいいってことでやってみようかなと思ってやってみて、で、簡単にできたんだけど、美味しくない、納豆自体があんまり好きじゃないから、普通のなんか市販の納豆のような味になった。すごい。じゃあ、うん、本当の納豆菌だとか、納豆だとかは入何もれなくて。何も入いや、れなそのくて。発想が私、その時はなくっほんて、調べた情報の中には、ね、昔々わらずとに入れてっていうのは知ってたけど、
野生のそのあれでっていうのそうがすごい。ミントとかローズマリーとかでできるらしい、できるらしいというか、できた。そうなんだ。私は、ドクダミ、やっぱしお庭から取れるドクダミソウと、あと、なんだっけな、今回はローズマリーでやったんだけど、温度調整が私も、なんだろう、そのために40度のこの保温する、なんかこう、なんかディハイドレーターを使ったりとかするのが嫌だったから、あの、30度以上超えてたから、ね、日中日が当たるところに置いとけばいいやと思ったんだけど、あれに24時間一応40度ぐらいで保温温度調整しなきゃいけないんだよね。でそれがうまく私もいかなくって、でちょっとやっぱりちょっと変な匂いがして、で2回目挑戦した時は、またビワの葉っぱがいっぱいあったからやってみたんだけど、なんか美味しそうな味だったんだけど、うーん、なんかちょっとやっぱり、もともと納豆が嫌いっていうのもあって、えー、うん、そうそう。いや、で、なんでその話をするかっていう、キムチとかザワークラウトとか、うん、お味噌とかっていうのは、ロービーガン界でも結構使われてるじゃない。うん、で、特に最近はなんかキムチとか、お味噌とかってすごい、ロービーガンで使う人たくさん増えてて、で、最近は納豆を取り入れるロービーガン、ローフードロマンスのリサも、納豆を、なんだっけ、乾燥、冷凍乾燥っていうの、なんか、フリーズドライ。フリーズドライ、そう、フリーズドライした乾燥納豆を、サラダドレッシングの中に入れてるって。うん、で、味はほとんどしない。うん、うん。なんあのビ、かね、ビタミン K の摂取のために入れてるっていう。うん、うん、うん。で、まあ、それだったら自分で作れたらいいかなと思ってうやっん、て、で、最近夫がね、なんか納豆を好むようになって、フランス人の夫。ー、大っ嫌いだったのに、なんか腸内細菌にいいんだよっていう話をしてたら、なんかお味噌汁に入れて、美味しいよね。なんかお味噌汁に入れるとあんまり味が感じないから、あの問題なく食べてる。なんでお味噌汁を彼には。お汁、自家製のお味噌汁と納豆を入れて、毎日食べてます。うわ、美味しそう。毎いや、日食べているので、ちょっとまた納豆作り挑戦しようかなと思ってるんだけど、なんか湯たんぽかなんかで、もう一度再挑戦しようかなと思ってまうす。ん、素うん、敵。本当聞くわ。なんかもうちょっと話をもうあれするともうどんどん話があれしてくるけど、なんか豆乳ヨーグルトだの、なんかね、もう見たそうそう、い見たい。豆乳ヨーグルトは、インスタでも何回か、なんだっけ、シェアしたけど、豆乳ヨーグルトは、松葉が一番やりやすいというか、美味しいし、へ失敗しない。え。うんうん。じゃあ、その入れるものによってヨーグルトの味が変わるってこと？そうそう、玄米で最初は作ってたんだうんけど、うんうん夫がその豆乳ヨーグルトで、毎朝シリアルと一緒に食べるんだけど、うん。夫曰く一番松葉が美味しかったって。ああ、そううんなんだ。うんうん、へえ。私はそれで、自家製豆乳ヨーグルトでお塩とパプリカパウダーを入れてドレッシングベースにして、うーうん、よん。く作って、でカシューナッツは私はアレルギーがあるみたいなので使えないので、カシューナッあ、そツうなんだ。みたいなうん。なんかクリーミーなソースをああ、な作りるほどね。たいとき、そううんそうん。う、へえ。うん、いや、なんか楽しい話聞いてると、もう本当いろんな、で、発ね、酵の世界すごい奥深くてね、う面白いん、ね。うんうん。楽しいよね。なんか、そうで、じゃあもうそろそろ1時間になってしまうので、次回の本当に。うん、話うん。なんだけど、次回は、ロービーガンの食費、ロービーガンの食費について話すのはいかがでしょうか。うんうん。私うん。私たいいでちがいくすね。らぐらい使ってるのかとか、
私インスタでもシェアしたんだけど、私これぐらい食費使ってますってこの前あげたら、いろんな国の人が、私はこれぐらいだよってこうなんかシェアしてくれる人がいて、日本めっちゃ安いねって言われるのがすごい、そんなに安いのってよく言われる。なんか私の感覚からしたら、野菜が結構安い安い。安いと思うね。安くてすっごい美味しいと思うんだよね。もう誇れる美味しさだと思う、野菜は。で、あとはもう買うフルーツかな、もうなんか値段が。ただ、地域によってもやっぱそう違うよね。ね、全然値段が。食費については結構興味がある人がたくさんいると思うので、私も、ファーマーズマーケットっていう、ファーマーズマーケット、道の駅じゃないな、道の駅っぽいそのローカルな野菜を購入できる、ローカルで、有機、こうなんか農薬とか使ってない農家さんたちの、お野菜を毎週末買いに行ってるんだけど、それとあと果物も含めて1週間から1ヶ月どれぐらい使ってるのかっていうのを来週共有できればなと思います。OK? OK オッケやってみー。ましょうか。オッケはい。ー。じゃあ今日はちょっと発酵、ちょっと語り尽くせなかった発酵、また次回、うん、僕の深い世ね、界をね。やりましょね。う。はーい。あうん。りがとう、はーい。さっちゃん。うん、 Thank you so much. ありがと私すごい興味深かっう。たいつも。生のね、お味噌ね。ね。うん、ね。ね、聞いてくださったうん、方も、もしいらっしあゃったら、ありがとうごりがとうございます。ざいます。何か質問とかコメントと何か、かあれば、あったら、ぜひぜひ。コメントくはい、ださい。お願いします。ありがとうございます。じゃあ、またじゃあ、来また、週またこの時間ね、ゆるっと、そうそう、それ話何時か。をしてなかったね。前回3回までは朝でやってたんだけど、前回1回目はライブじゃなくて、2、3が、朝でライブ配信してたんだけど、このゆるトークは夕方の方がなんか夕食を食べながらゆるっと日本人の方でも聞いてもらえるんじゃないかってことで夕方にシフトしたので、次回もこの時間でやりたいと思います。はい、水曜日の半から6時半。日本で。はい。はい。じゃあはい。来週の水曜日6時半からはい。またよろしはい。くお願いします。楽しみにしてます。はい。じゃあ